大丈夫だよ。大丈夫だから。の所長天笠みなつだ。よろしく。所長さん、よろしく。見た目は子供に見えるかもしれないが心配は無用だ。なぜならみなつはロボットだからな。ロボット？そうだ、頭脳は大人、むしろコンピューターだ。だからどんな内容でも安心して依頼してくれていい。ロボットですか？ああ、HMA06 型みなつだ。みんなからは天笠みなつと呼ばれている。でもどう見ても人間にしか。それはみなつがあまりにも高性能だから仕方のないことだ。ならばロボットである証拠を見せてやろうじゃないか。旅立てロケットパンチ。ついてないですよ所長。なぜつけん？つけたら色々と大変なことになるからですよ。例えるなら月末締めのお仕事25日になってもまだ1週間近く残ってるから全然大丈夫ですよって余裕かましてたら今月は2月だったってことに気がついちゃったくらい大変ですよ。ほら、おかしなことばっかり言ってるからお客さんが不安になっちゃってるじゃないですか。どうもアシスタントの小日向ゆずです。同じく高梨夕日です。小鳥が遊ぶって書いて高梨に夕方の太陽で夕日です。よろしくね。吉野清隆です。とりあえずこちらにどうぞ。吉野、どうぞ。どうも。所長さんは本当にロボットなんですか？本当だよ。旧式だから性能は最新型よりも落ちちゃうけどね。いや、ロボットだとしたらものすごく高性能だと思うんですけど。所長の場合高性能というより特別って言った方が正解かもしれませんね。性能的には色々と問題も抱えてるからな。何を言う。みなつに問題など大丈夫ですか所長？バナナミンがゆず大至急バナナを。もう用意してますよ。少し待ってくださいね。所長は定期的にバナナの中に含まれているバナナミンを摂取しないと活動が停止してしまうんです。ゆずたちがここで働いてるのも半分は所長の面倒を見るためだからな。でもバナナミンなんて聞いたこともないですけど。やっぱり信じられないですよね。でも本当なんですよ。世の中には常識では考えられないような不思議なことがたくさんあるんです。そうですか。さて、それで今日はどんな調査の依頼だ？依頼というわけではないんですけど、少し話を聞いていただきたくて。実は杉並先輩からの紹介で。
ほほう、杉並か。そうなるとあっち方面ですかね。最近咲き始めた枯れない桜のことだな。どうしてわかったんですか？水夏の頭脳にかかれば造作もないことだ。わかりました。お話します。あ、その前にこれだけははっきりと言っておく。何ですか？初音島の枯れない桜、あれは正真正銘の魔法の桜だ。あったかい。まだ冬なんですよね。そうには見えませんけど、もしかしたら本当に魔法なのかもしれないですね。どうしたんですか急に。立花の話、設定って言ってなかった？そうなんですけど、ここをお花見するお客さんを見ていますと、みんなを笑顔にする魔法があってもおかしくないかもって思うわけですよ。すみません、お茶のおかわりいいですか？はい。笑顔の魔法か。葵ちゃんらしいですよね。もしですけど、本当に魔法が使えたらどうしますか？私なら魔法で一日をもっと長くします。そうしたらアルバイトし放題です。魔法が使えてもアルバイトはするんですね。当然です。私からアルバイトを取ったら何も残らないじゃないですか。何も残らないんですか？そんなことないですよ。ですよね。具体的にはどうですか？そこでお茶を飲まないでください。店員さん、注文お願いします。はい。私は魔法が使えたらタカ君のために何かしてあげたいな。シャルルさんはミーさんを甘やかしすぎです。そんなことないと思うんだけどな。まだやってあげてないことたくさんあるし。何をするつもりなんですか？そういう姫のちゃんは魔法が使えたらどうするの？私は別に兄さんと何かしたいとか、もし魔法が実在したら、それはきっと何かを強く願うということと同じなんだと思います。願って努力しなければどんな小さなことでも叶いませんから。そうかもしれないね。それはつまり枯れない桜が咲いたあの日に願ったことが魔法でやってみたいことなのかもしれないですね。願ったこと。皆さんは何をお願いしたんですか？それは言えないですよ。私は別に言ってもいいかな。ちょっと恥ずかしいけど。桂木さんはどうですか？私も無理です。それにルカワさんは言えるんですか？言えるわけないじゃないですか。なるほど、これが過去からのメールか。確かに送信日時は1951年の4月30日になってますね。それは表示がおかしくなっているだけだろう。本文だって文字化けしてるしな。さっきの話なんですけど、枯れない桜のことは本当ですか？いきなり魔法って言われても。本当だ。水夏は桜が咲いていた時代の風見学園に通っていたからな。その時に水夏はいろいろなことを経験した。魔法ですか？そうだ。いいことばかりではなく悪いこともあった。その全てが桜の魔法によるものなのかはわからないけどな。ゆずも同じだな。小さい頃に不思議な力を持った女の子に会ってるからな。女の子？ゆずの親友だったんだ。もちろん今も親友だけど、枯れない桜に願って不思議な力を手に入れたんだって。その人はどんなことを願ったんですか？それはゆずからは言えないかな。その力のせいで辛いこともあったから。辛いこと？過去には枯れない桜をめぐって様々なことがあったということです。もしかしたらそれは今も続いているのかもしれないけどな。そもそも魔法というのはどういうものなんですか？そうだな、人の思いを形にしたもの、それが魔法だ。水夏の言葉を疑っているな。実際に見たわけではないですから。枯れない桜が咲いて君たち宛てのメッセージまで届いたのに
まだ不満か？それが魔法だったとしたらどういう意味があるんですか？それについてミナツは一つの可能性を考えているんだ。君は多世界解釈という言葉を知っているか？それってパラレルワールドというやつですか？そうだ。この世界は最初からあらゆる可能性を秘めていて、それが多重に存在している。例えばこうして君が天ヶ探偵事務所を訪れている世界もあれば、訪れていない世界だって存在しているということだ。それはわかりますけど。例えばこういう解釈もできる。他の世界の新聞部のメンバーが枯れない桜を通してこの世界の君たちに何かを伝えようとした。そんな顔するな。何も根拠なく言っているわけではないぞ。今の話に根拠があるんですか？最近出会うはずのない人物と出会ったからな。よくわからないんですが。今はまだそれでいい。君自身向かい合うこともあるだろう。その時は優しく手を差し伸べてあげるといい。吉野くん。さて、今のところミナツから話せるのはこれくらいだ。こちらでもいろいろと調べてみるから、吉野くんの方でも新しい情報があったら教えてほしい。はい、わかりました。いつでも遊びに来いよ。ゆずたちはどうせ暇してるからな。新聞部の皆さんも連れてきてね。ゆっくりお茶でもしましょう。次来るときはバナナを差し入れてくれるとみなつんが喜ぶぞ。チョコバナナでもかだ。ゆずはプリンがいいな。そう、せんべいもお願いしますね。桜の魔法か。ありがとうございました。清高さん。兄さん。先輩。タカくん、こっちにおいでよ。しゃった。やっと見つけた。人違いじゃないですか。人違いなんかじゃないわ。ずっと探してたんだから。俺何かしました？したわ。したって何を？ここをね、盗んだの。だから私の心を盗んだのよ。もしかして俺に一目惚れしたとか？一目惚れじゃないわ。私たちは長い時間をかけて心を通わせたんだから。でも今日が初めてですよね、俺たちが会うの。そうね、この世界では初めてね。はい。君は忘れているかもしれないけど、私たちは前世で愛を誓い合った仲なのよ。リカさん？リッカさん、起きてください。リッカさん。清高、おはよう。おはようございます。そっか、私寝ちゃってたんだ。寝不足なんですか？生徒会の仕事も忙しいみたいですけど。それもあるんだけど、最近ちょっと熟睡できないことが多いのよね。もう朝からずっと眠くてお昼まではなんとか頑張ったんだけど。リッカさんって授業中でも堂々と寝てそうなイメージですけどね。それなのに先生に当てられたらどんな難問でも解いちゃうよな。本当は私だって居眠りしたいの。なのにシャルルとか会長とか指揮がイメージが崩れるからやめろって言うのよ。学園のアイドルも大変なんですね。
私は誰にどう思われてもいいんだけどね。清高だけは別だけど。おかげで気を抜ける場所がここしかないのよ。だからこの場所は絶対に死守。そしてこの場所にいるときはありのままの私でいるの。リッカさん。ってことで早速イチャイチャしましょう。イチャイチャしません。いつもそうしてるみたいに言わないでください。もう相変わらず清高はノリが悪いな。そういう問題じゃないです。それに今日はちょっと報告もあるんですから。じゃあイチャイチャはしないけど一緒にご飯食べましょう。話はそれからね。はい、愛情たっぷりのお弁当を召し上がれ。いただきます。さて、どう？おいしい？美味しいですよ、リッカさん。よかった。はい、あーん。いや、さすがにそれは。あーん。もう。枯れない桜を巡る出来事？はい。他にも魔法について教えてもらいました。魔法？どうしてリッカさんが驚くんですか？だって清高の口から魔法って言葉が出るとは思わなかったから。やっと清高も私たちの前世を信じてくれるようになったんだって思ったら嬉しくて。そういうわけじゃないですけど。でもこんな話をしてくれたってことは前の清高より今の清高の方が少しだけ信じてるってことでしょ？それはそうかもしれませんけど。だから嬉しいの。これからもっともっと清高との距離が近くなる気がして。リッカさん。それに桜が咲いてから私自身にも変化があったの。変化ですか？前から不思議な夢は見てたんだけどぼんやりとしか内容を覚えてなくて。でも桜が咲いてからチューニングがあったみたいにだんだんクリアに見えるようになってきて、おかげで寝不足なんだけどね。どんな夢なんですか？空から続く巨大なエスカレーター、地底湖に浮かぶ桜の咲く島と西洋風の学園、霧の街に時計とその下で、そこでリッカさんはカテゴリー5の魔法使いなんですよね。そうよ、孤高のカトレア、清高と愛を誓い合った美少女。自分で美少女って。いいでしょ、別に間違ってないでしょ。ええ、まあリッカさんは美少女だと思いますけど。嬉しいな。ん？もしかしてキュンキュンした？いや、それは。ちょっとリッカさん。ごめんね。でも清高には私のことをもっと知ってもらいたい。そのためには枯れない桜の調査を進めないと。もしかしてこれからですか？当然。寝不足なのに急に動いたらダメですよ。リッカさん、そろそろどいてもらえませんか？いろいろまずいっていうか。他人の唇ってこんなに柔らかだったんだ。初めてだからちょっとびっくりした。びっくりしたのは俺の方ですよ。だよね。ごめん、なんか雰囲気でついって。ほんとごめん。
嫌だった？嫌じゃないですけど。でもこれ大事なものだよね。だからしちゃったっていうか、清高との距離が近くなったって感じたら、前よりももっと好きな気持ちが溢れてとにかく今後はいきなりキスをするのはなしですからね。はーい、以後気をつけます。お、次からちゃんとキスしていいって聞くね。この世界はいつも移り変わってしまうけど、ここに僕らがいることだけは変えようのない一つの現実。どんな時代を生き抜いてもそこにある笑顔を僕は信じていくよ。会いたいよ会いたいよ、またどこかで。そう願うのは僕のわがまま。会いたいよ会いたいよ、またその手で温めてほしいよ。おにゃー。遊びたいの？にゃー。ありがとう。さくら、どうしたんださくら。待って。どうしたの？何か怖いことがあったの？さくら、リカさん。僕は一体、私は一体、僕はどうすればいいの？少しお話をしましょうか。お話？次回、思い出と始まりのところ、昔話を始めるわね。設定？